浮かぶ島の魅力をギョ紹介するこのシリーズ、今回はフィジー様です。くるみさん先生。はい、すいません、お世話になります。はい、お願いします。まさに繋がったところでめちゃめちゃ雨が降ってきてしまいました。雨なんですね。緊張してるんですか？緊張されて全然見えない。私すごい緊張していますよ。そうなんですか。今時間差が。すいません、緊張をほぐしていただいてありがとうございます。フィジーというのは海に囲まれているので、魚っていうのは皆さんにとってとても身近な生き物で、フィジーのお札であったりとか、あとは国歌にもたくさんお魚が登場します。どんなお魚なんでしょう。これはすぐわかります。ヒフキアイゴです。アイゴの仲間っていうのはだいたい丸い顔してまして、ちょっとウサギさんの顔に似てるのでラビットフィッシュっていうんですね、英語では。でそのラビットフィッシュと呼ばれる丸顔のアイゴの仲間の中で、非常に口がとんがってて火吹いてそうな、もう火をブワーって炎を出すような口が長いっていう意味でヒフキアイゴっていう名前がどうやら作られたらしいんですけど、長い口とあとこの黒い模様の特徴が見えましたんで、すぐにヒフキアイゴだっていうのが分かりました。はい、こんなリアルなお魚のコインがあるなんて、もうフィジー最高。今効果を見せていただいたんですけど、お札とかにもお魚あったりするんでしょうか。ギョギョ、なんじゃこりゃ、ハゼですね。こんなに学術的な、すごい。これはちょっと私さかなクン、魚の種類がハゼまでしか分かんないですね。ハゼの仲間は確か2000種とかそうと言いますので、2、3000、いやこれは何ハゼなんだろう。でも日本では見たことないような模様。すげえ、ハゼちゃんがお札になってるっていうのはびっくりですね。さかなクン的に考えると、大きな2メーターにもなるメガネ持ちのおちゃんがお札のなんか高いお札に印刷されるようなイメージなんですけど、あえてちっちゃなハゼちゃんをお札にされるっていうのが、なんかフィジーの皆様のお優しいお心なのかなって、そんなふうに思いました。はい。コインと紙幣の中にこれだけ魚が登場するっていうのを、私も日々生活してるとあんまり気づいてなかったんですけど、今回これやっぱり魚ってみんなにとってフィジーでは身近なんだなっていうふうに気づきました。ありがとうございます。ありがとうございます。日本のお札やコインにもいつかお魚を印刷していただきたいですね。はい。実はフィジーはとっても幸せなお国なんです。幸福度調査というものがあって、自分の人生が幸せだと感じますかというそのご質問に、フィジーの皆様が世界1位に輝かれたそうなんです。すごいですね。屋根が吹っ飛んじゃいましたよ。お家がこんなになっちゃってんですか。これはどういったことなんでしょうか。驚かせてしまってすいません。先ほどの映像は、フィジーを直撃したサイクロンの映像でした。大変な状況が毎年のようにやってきて、それでも世界一幸せな国というのがびっくりなんですが、はい。そうですよね。今日はフィジーが抱える、問題についてお話をさせていただきたいと思います。教えてください。よろしくお願いいたします。サイクロンっていうのは日本でいういわゆる台風のことになります。台風なんですね。今世界中で問題になっている気候変動なんですけれども、サイクロンに大きな影響を与えるというふうに言われています。さかなクン、気候変動を受けてどうなっていくでしょうか。波も大きくなって雨が増えてしまうというのはなんかありそうですね。全部おっしゃる通りです。気候変動の影響でサイクロンっていうのはどんどん強くなっていくと予想されています。2015年に南半球史上最大と言われた
サイクロンのウィンストンというものがフィジーを直撃したんですけれども、その時のお話を今日はフィジー政府の、国家防災管理局のメサケ・マタイトンガさんに来ていただきました。こんにちは。私はメサケです。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。For Cyclone Winston, it's the largest cyclone in Fiji and the largest in recorded history. So as the result of the strong wind speed, more than 40,000 homes were destroyed. This includes hospitals, schools, and also critical infrastructures such as bridges, telecommunication lines. So this was all destroyed during Cyclone Winston. Therefore, with the destruction, it directly impacted about 350,000 people, which is 40% of Fiji's population. And unfortunately, due to the impact of Cyclone Winston, Fiji recorded 44 fatalities. We were able to come together as a country with the support of various countries, including Japan and JICA, that we are able to recover from TC Winston. 目崎先生、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。フィジーだけじゃないんですけど、ここの太陽州っていうのは気候変動のことを、唯一最大の脅威というふうに捉えていて、その影響を一番受けている人たちでもあるので、気候変動で、自然災害が激しくなっていくっていうお話をしていましたけれども、2つの大きな対応方法があって、1つが緩和、1つが適用という方法で、対応することができます。緩和というのは、気候変動の原因になっている温室効果ガスというものの排出を抑えること、JICA はこういった取り組みを後押しして、例えばですね、再生可能エネルギーの導入というのを進めています。いやー、すごい、本当に素晴らしいお取り組みをありがとうございます。では、久留美沢先生、適用について教えてください。気候変動でどんどん自然災害っていうのが激しさを増していくっていう中で、その被害をどうやって少なくするかっていうのも適用の一つ、つまり防災に取り組むことっていうことが適用の一つになるというふうに言えるかと思います。どういう防災方法があるんでしょうか。災害が来る前にいろいろと対応しておくことで被害を軽減することができます。つまり人の命を守ったりとか、災害に強いまちづくりというのをすることができます。ナンディ川洪水対策事業というのをしているので、ちょっとそのご紹介をさせていただきます。ナンディというのはフィジーの2番目に大きな都市というふうに言われているんですけれども、すぐ真横にナンディ川という川が流れています。ちょっと丸くなってて可愛いですね。そうですね。フィジーの川っていうのは日本の川とはちょっと違って、蛇行しながらゆっくり海に向かっている。なのでサイクロンが来たり大雨が降った時にこの川がすぐに氾濫してしまって、周りの家々が洪水の被害に見舞われてしまうという問題を抱えています。こんななっちゃうんですね。で、この洪水からどうやって、このナンディを守っていくかということなんですけれども、今 JICA がフィジー政府と一緒に取り組んでいるのは、ナンディ川の洪水対策のための計画作りをしています。計画の中には河道の拡幅、川を広くして川を流れる水の量を多くしてあげるっていうことで洪水を起こさなくすることとか、それから、日本では本当によくありますけれども、堤防を作って川の水が越えて町の中まで入ってこないようにするとか、そういった対策が盛り込まれています。で、フィジーの気象局に対しては、日本政府、それから JICA の支援として観測所の建設、それからそれを使って気象観測をする気象局員の方の人材育成っていうのを、JICA の専門家の方、それから日本の気象庁さんと協力して実施してきています。こういったじゃもう専門的な知識もたくさん得ないと対応できないという感じなんですね。感謝の気持ちを込めてちょっと絵を描いてみました。わあ、すごいありがとうございます。